まゆみのなんとかなるチャンネルスタートです。まゆみです。なんとかなる、なんとかなる、絶対なんとかなる。今日も楽しくいきましょう。今日はですね、ドキッ。友達でも注意。絶対人に話さない方が、言わない方がいいこと。これをお届けいたします。はい、今日のね、この話は、ちょっと変わった不思議な話です。多分皆さんがこのタイトルを聞いて想像していることとは多分違う答えだと思います。でも私の心にすごい残ってるお師匠さんのひとりさんから聞いたね、教わったすごい深い話です。絶対にこれは知っておくと得ですからね、ぜひご覧くださいませ。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。では早速何なのか参りましょう。はい、皆さんはですね、このね、絶対人に言わない方がいいことってね、そのタイトルからどんな話を想像しましたか？ね、だいたいやっぱりなんかこう聞かされて嫌なこととかって思い浮かべると、自慢話ね、だらだらとネチネチと自慢話だったりとか、あとは過去のなんかそうなんだみたいなもう武勇伝だったりとかね、それとか愚痴とか泣き言だったりとか、そんなことを思い浮かべたかもしれないし、あとは人に言っちゃいけないってなんだ、分かった、宝くじが当たった時かしらみたいなねなんかよく宝くじが当たるとね、あんまり知らなかった親戚の方まで電話かけてくるとかっていう冗談みたいな話聞きますからね。それはね、笑い話ですが、今の言ったことは全部違います残念、違いますよね。今日のそのね、仲のいい友達でも注意ね、絶対人に言わない方がいいことって何かというとですね、それはズバリいきますよ。それはですね、好き嫌いです。なんじゃそりゃっていうことですが、今回ね、その好き嫌いっていうこの話をしようと思ってね、人に言わない方がいいよっていうことの好き嫌いのこのことを言おうと思ったら、もうね、この YouTube でしようと思っていたら面白いんですよ。SNS で上がってるね、こんな言葉を見つけたんですね。好き嫌いを軽く話す人は信用できない。悪口を言うことが多いから。っていうね、こういうね、SNS のね、出てきたんですよ、急に。もうびっくりして、こういう絶妙なタイミングでこういうものが目に飛び込んできたりとかするのが、神のひらめきって思ったんですね。それとやっぱりこれ今この話をお届けするタイミングなんだなっていうのも感じて、神様の後押しも感じたんですけどね。でもそうなんですよ。今日の本当にお友達でもね、仲良しのお友達でも注意ね、絶対人に話さない方が、言わない方がいいことっていうのは好き嫌いなんです。これね、面白いんですよ。ひとりさんがね、ある時にふっとね、まゆみちゃん知ってるって、食べ物の好き嫌い言う人っているだろうって、これ嫌いあれ嫌いっていちいち言う人いるだろうって、そういう人ってね、人に対してもすごい好き嫌いが多いんだよってね、教えてくれたんですよ。でそれでね、続けて教えてくれたのが、面白いんだけどね、食べ物の好き嫌いを言わなくなると人に対しても好き嫌いがなくなるだよってね。それに人に対して感謝するようになると面白いんだけど、食べ物の好き嫌いもなくなるんだよっていうふうに教えてくれたんですね。でもそれでね、ひとりさん本当にずっと見てる中でも、ひとりさんって絶対に好き嫌い言ったこと一回も見たことないんですね。それは人に対しても物に対しても食べ物に対してもね。それで
ひとりさんがいつも言ってるのは、食べたくないものとか苦手なものとかね、あんまり本当は好きじゃないものとかあったら、そっとね、食べ物だったら残せばいいんだよって。それをあれ嫌いこれ嫌いって言うと、周りの人の気分が悪くなるだろうって。でもそう言ってたんですね。でこれってね、すっごい愛が深いなと思うんですね。ね、本当に食べ物でもこう食べてた時に私これ嫌いとかって言うともしかするとね、違う方は大好きな食べ物だったらなんかいい気分にならないですよね。うん。というか人で言っても人もあの人嫌よねみたいに言うと私好きなのになとかって思ってたりするとすごいいい気分にはならないですよね。いうことはね、自分の中で好きだとか嫌いとかっていうことっていちいち言うんじゃなくて、自分の心の中でって感じておけばいい。ね、みんなが嫌いなわけではないですからね。でそのことをね聞いて、ひとりさんって愛が深いなって思って、確かに本当にそうだなと思いながら、実際それをね聞いて知ってから、こういろいろ世の中のね人だったり、人っていうかいろんなことをこう見たりすることができて、見てると本当にすごい当てはまるなと思ってます。めちゃくちゃ当てはまってます。そしたらね SNS でもこんなね好き嫌いを軽く話す人は信用できないとかって言って、悪口を言うことが多いからとかって言って、これは人限定のことだけど、こんなのがバーって出てくるってことは皆さんの中でもこうなんか感じることっていうのがあるんだなと思った時にって思ったんですね。だけど本当ね、そうやってちょっと見てみるとひとりさんとかは絶対に本当に好きとか好き嫌いとかをね人前でわーって言ったりとかしたこと一回も見たことないし、本当にそうなんだなと思うし、で実際おかしいのは、私の直弟子仲間の忠夫ちゃんって面白いのは忠夫ちゃんのね本の中にも出てくる話で、ひとりさんに出会った時に忠夫ちゃんが上司の人からちょっと意地悪されてて、で忠夫ちゃんは正義感が強い、ね、人間だったのでなんかくそなんかおはようございますって言っても無視されたりとかしてたからね。その時にひとりさんにどうしたらいいですかって相談したら、ひとりさんがその人にね忠夫ちゃん感謝してますって言ってごらんって言われた時に、忠夫ちゃんは絶対に言えませんって言ったんですね。ひとりさんに口答えだけどそして忠夫ちゃんは感謝もしてない人に感謝してるって言えないとか、親から心にもないこと言っちゃいけないとかっていう風にね育てられてた今までのことがあった中で、忠夫ちゃんの中のひとりさんに会うまでのいろんな経験値の中でね絶対に言えませんって言ったんですけど、でもね最後に忠夫ちゃんはこうひとりさんが言ってくれたことだからと思って、その上司に感謝してますって言ったんですね。そしたら上司がすごいもう忠夫ちゃんのことをなんかそこから180度変わっちゃって、すごい可愛がってくれて飲みに行かないかいって誘うぐらいになったっていうね、本当にすごい伝説のような話があるんですけどね、その時忠夫ちゃんってわざわざ忠夫ちゃんは言わないですよ、言わなかったけどすごい食べ物の好き嫌いが多かったんですね。なんかちょっと苦手なものとかが多くて、いちいち私たちに言ったりはするね、そういう人ではなかったけれど、ちょっと苦手な食べ物とかが多かったんだけど、それが感謝してますって言って人にね感謝するようになってから、なんとね忠夫ちゃんって食べられなかったものがどんどん食べられるようになったりとか、それをね本当に間近で見てたので、すごいなんか感謝してますってね、嫌いだった人にまで感謝してますとかっていうねことを言えるようになると、ひとりさんが言ってたみたいに不思議と好き嫌いもなくなるんだよっていうのを間近で見てね、本当になんかすごいなって思いましたね。だからね本当に嫌いなことをね口にするっていうことってわかりますね。嫌いなものとか嫌いなこととかっていうのをね、それをいちいち口にするっていうことはね、その嫌いとか自分にとっては嫌なことを口に出すことでさらに自分がマイナスの波動になっちゃうんですよ。それってねなんか
なんていうの、英語で言うと踏んだり蹴ったり英語じゃないね、日本語ね。でも踏んだり蹴ったりですよね。嫌なことをとか嫌な人のこととかを口にしたりとかね、嫌いとかっていうことを言って余計マイナスの自分が波動になっちゃったらね、本当に踏んだり蹴ったりで泣きっ面に蜂みたいな感じでいいこと一個もないですよね。それよりもあなたはね、やっぱ好きね、本当は今日はね、好き嫌いとかって言うと好きも言っちゃいけないみたいだけど、好きは言ってねいけないわけではないからね。やっぱり好きっていう最高のプラスの波動を常に口に出していく。それとこうね、嫌いなこととかっていうのもいちいち言うことよりもね、その本当に言わなくなったり心の中で止めておく、ね、だってみんながそうじゃないかもしれないからね。そこを分かるようになるとやっぱりある意味魂が一つこうステップアップするっていうかね、そうすると自分にとってお得なことが起きてくるよっていうね、本当に素敵な話です。だからいちいち本当にね、友達だからね、この人ならって言っても、あれ嫌いこれ嫌いあの人嫌いとかね、これ嫌いなのよとかっていうことを言うのは本当に仲良しだからこそね、もっと楽しい会話をした方がいいですからね。はい、ということです。今日はね、多分皆様が思ってた答えとは違ったと思いますが、これは私はすごいもう心に残って大切にしていることなので、あなたにもしてほしかったです。はい、今日の話はいかがでしたか？よかったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日も楽しかったですね。本当に神様のひらめきに感謝です。そして皆さんに感謝です。では行きますよ。なんとかなる、なんとかなる、絶対なんとかなる。ありがとうございました。